ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、BE:FIRST スペースクラフトミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ、こちらのつるさんのボーカルルームでは BE:FIRST の歌声分析動画はお久しぶりというふうになります。その理由はですね、2024年いっぱいまでつるさんの BE:FIRST ボーカルルームっていうチャンネルをですね、運営しておりました。ただこちらのチャンネルがですね、2024年の9月ぐらいからですね、多くのアーティストの歌声分析動画を公開するようになって、チャンネルをですね、2025年に入ってから統合したんですよね。それで今回 BE:FIRST の歌声分析お久しぶりという形になったんですけれども、2025年 BE:FIRST の歌声分析動画第1弾がですね、スペースクラフトということでですね、歌声分析していったわけですけれども、やっぱりね、BE:FIRST の歌声と表現力は凄まじいですね。フレーズ一つ一つを歌う唯一無二な雰囲気とか、楽曲の展開、そしてパフォーマンス、全てにおいて超魅力的でした。もう終始ね、テンションマックスでしたよ。そんな感じでですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析をしておりますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私、つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 BE:FIRST スペースクラフト歌声分析 GO! BMSG おい、いやもうなんかイントロからこうミステリアスな雰囲気が漂っててめちゃくちゃかっこいいですよね。おい、あ、かっこいいかっこいいかっこいい。あ、出だしはシュンとね、やっぱこういうねミステリアスでかっこいい雰囲気はやっぱ僕もね、シュンとが最初に歌ってほしいなっていう風に思っていたところ、シュンと登場でしたね。歌い始めからいきますよ。全体的に軽くですけどウィスパーボイスっていうテクニックを使ってますよね。声に息の音を混ぜるテクニックなんですけど、もともとシュントの声はハスキーな感じなので、それを最大限活かした歌い方かなっていうふうに思います。それプラスですね、全体的に音を切るテクニック、スタッカート、これを使ってますね。音を切ることによってバックのサウンドと歌がね、よく絡むんですよ。これ音楽用語でグルーブって言うんですけど、グルーブってノリのことです。めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。それは闇の中。こんな感じかな。で、声の響きの成分なんですけど、歌では代表的な声を響かせるポイントが3つあります。胸の中の胸腔共鳴、口の中の口腔共鳴、そして鼻の中の鼻腔共鳴。この3つの声の響きをどういう風に混ぜるかによって声質のおおよそが決まってきます。で、シュンとはどういう声の響きのバランスなのかというと、胸の響き、胸腔共鳴、ここに重点を置いています。それは闇の中。僕がシュントに近い体の使い方をするとこういう感じの声になるんですけど、胸中心で声質を作るとですね、声が太くなる。簡単に言うと男らしい声になります。超かっこいいですよね。次いきますよ。レオの声ですよね。レオの声はですね、口の中の口腔共鳴と鼻の中の鼻腔共鳴、この2つが中心になってるかな。
口の中の声の響きはですね、言葉のクリアさだったり声の広がり、そして鼻の中の鼻腔共鳴はですね、声に艶を乗せたり柔らかい感じの声質に仕上げます。そしてレオもですね、シュントと一緒で全体的にスタッカートを使ってますよね。このブレーキがグッグッっていう風に効いてるような歌の質感はですね、スタッカートから来るものです。もう一回聞いてみましょう。うごめく笑う星が7つ。こんな感じかな。もっとがっつりスタッカート使ってるような感じはするんですけど、めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。お、マナティまた新しい声を習得しましたね。歌声の雰囲気に鋭さがですね、プラスされたような歌声ですね。で、この声はですね、口の中の空間、口腔共鳴、こちらが中心なんですけど、声を出す方向のイメージ、これがすごく重要になります。声をですね、まっすぐ前に向かって飛ばすようなイメージで歌ってるんじゃないかと思います。声っていうのは、前に飛ばそうと思えば思うほど強い歌声になって、後ろに引いて出そうと思えば思うほど柔らかい声質になります。声を出す方向のイメージとしては、自分の顔をですね、分度器だと思って0度から180度。このそれぞれの度数のですね、方向によって声質って変わってくるんですけど、マナティはですね、もうまっすぐ。そんな雰囲気を感じます。もう一回聞いてみましょう。ジャボジャボビー始まる Now it's a time。こんな感じかな、僕がやると。もうほんとまっすぐです。で、ちょっとだけあえて喉に力を入れてるんじゃないかな。この乾いたような鋭さを声で表現するために、あえて喉に少しだけ力を入れて歌ってるような、そんな気がしますね。次いきますよ。かっこいいね。で、マナティが鋭い乾いた感じの声質に対して、それとは真逆なレオのこの柔らかい広がるような雰囲気。この声質のギャップがですね、めちゃくちゃかっこいいポイントですよね。もう一回聞いてみましょう。最後ののところもかっこいいしね。で、今のレオのポイントなんですけど、ここのフレーズだけスタッカートを使っていないんですよね。なので、歌のノリのビート感がちょっと柔らかくなったような雰囲気もありましたよね。いやー、かっこいいですね。じゃあ次、ソータのラップいきましょう。かっこいいね、やっぱりね。で、ここでラップのですね、こう、かっこいいゴリゴリした雰囲気を出すために、もう一つ一つの音を激しく切るようなスタッカートを使ってますよね。で、全体的にうっすらなんですけど、ビリビリしたようなニュアンス、シャウトボイスの声質が混ざってるんじゃないかなって思います。シャウトボイスっていうのは、ここにある仮声帯っていう器官を使って、声にビリビリした音を混ぜるんですよ。で、仮声帯っていうのは咳払いとかをした時に動く器官です。これですね。これをラララララみたいな感じで、ここのビリビリした音と声帯で作られた声を混ぜることによってシャウトボイスが出ます。もう一回聞いてみましょう。ほら。超かっこいいね。タッ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 タみたいな感じで、もう本当にすごいスタッカートを使ってますよね。次いきますよ。最後のウェイだけちょっとリズムを遅らせてるような感じありますよね。ウェイみたいな。それまではこうゴリゴリした感じで疾走感がある。そんな感じの雰囲気だったんですけど、最後のウェイだけウェイみたいな感じでリズムをあえてこう後ろに置くっていうかね。超かっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。書き換えたウェイみたいな感じで、ちょっと遅れた感じありますよね。このね、リズムの崩し方がですね、めちゃくちゃかっこいいですよね。次が気になります。行きましょう。いいね。ウェイ
ちょっと待ってください。今の、良輝の歯やばいですね。スクリームの時からそういうなんか、ダジャレじゃないですけど、良輝的なシーンが多いですよね。そこもね、BE:FIRST のミュージックビデオの見どころの一つとして僕の中では楽しみな部分ではあるんですけど、で、ソータのラップの音域が低めに対して、良輝は割とこう高い音、中高の域ぐらいかな。この音域の幅も BE:FIRST のラップパートは聞きどころの一つかなっていうふうに思います。で、使ってる声もですね、鼻が中心なんですよね。鼻腔共鳴の声っていうか。さっき鼻腔共鳴の声の説明の時に甘さとか温かさみたいな感じの説明したと思うんですけど、一言でまとめるとですね、声質にものすごく影響を及ぼす共鳴ポイントなんですよね、鼻腔って。良輝はね、この鼻の使い方がめちゃくちゃうまいんですよ。もう一回聞いてみましょう。ステージは宇宙戦隊みたいな。僕が良輝に近い鼻の使い方をするとこういう感じの声になるんですけど、いやーもう個性あふれる歌声って感じですよね。次いきますよ。いいね。最後はシュンとの低音ラップが来るんですね。ここでもシャウトボイスを使ってますよね。低音域のシャウトボイスってめちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。最後のベーシック。ここはもうほとんど息ですよね。いやー、シュンとのね、この声を聞くと、雑草の時のムーブオンのゲラーのところを今でも思い出しちゃいますね。すごく印象的な声でした。次いきますよ。りゅうちゃんの声ものすごくセクシーですよね。で、りゅうちゃんの声はですね、地声ももちろんセクシーなんですけど、裏声もめちゃくちゃセクシーなんですよね。で、りゅうちゃんの声の響きのバランスはどんな感じかっていうと、胸腔共鳴と鼻腔共鳴、この2つが中心になってますね。胸で声を支えるイメージで、その声を鼻に入れる、そういう声の出し方かと思います。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。多分前半が裏声、裏声っていうか地声の要素を少しだけ混ぜた裏声、ミックスボイスですね。タイパラドックス、この地球ごと全部みたいな感じで、前半は地声がこううっすら混ざった裏声で、後半が地声にしてるっていう歌い回しで、最初のタイムパラドックスのところ、ここ裏声で歌うにはちょっと低めなんですよね、音域的に。そこを裏声で歌うことによって怪しいセクシーな雰囲気を表現してるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。そして後半は声の輪郭がはっきりしてくる地声にすることによって、言葉の意味が持つ説得力がこうね、どんどん溢れてくるというか、素晴らしいポイントです。次いきますよ。このここの声はですね、かなり鼻の要素が強いですよね。ちょっとだけ鼻声のニュアンスをプラスした声の作り方というか、もう一回聞いてみましょう。こんな感じの声質でしたよね。鼻に声をたくさん入れて、なおかつ小鼻のあたりを狙って声を出してる。そんなイメージかな。次いきますよ。ここはレオかな。口の奥をですね、ガッて開いて、ランラーみたいな感じの声の作り方。あくびの時の喉の状態っていうか。で、その声を鼻に入れている。そんな声の出し方かなっていうふうに思います。ラーラーみたいな。この声の出し方はですね、体がよく響くようになるので、小さい声を出してもかなり声量が出るような声の出し方なんですよ。もう一回聞いてみましょう。みたいな感じの質感の声ですよね。すごく特徴的な声。次いきますよ。今はシュンとかな。
間違っていたらね、ぜひベスティの皆さんコメントでフォロー解説をしていただけたらなっていうふうに思うんですけれども、ここはですね、前半は柔らかく、後半はシャウトボイス、そんな感じの歌い方でしたね。もう一回聞いてみましょう。ひっくり返す常識ごと全部みたいな感じかな。僕はね、あんまりこのシャウトボイス上手くないんですけど、やっぱシュントの声めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。いいね。前半のフレーズと声の作り方とか歌い方に関しては同じようなニュアンスかな。前半は柔らかく、後半は激しくみたいなね。さっきちょっとだけ真似して歌ってみたじゃないですか。これね、めちゃくちゃ難しい。柔らかい声と激しい声。これ全く正反対じゃないですか。もうね、喉のコントロールがですね、すごく難しい歌い方でした。次いきますよ。このウォオーはジュノンかな。さっき前半のところもありましたよね。ウォオーのところ。なんか鼻の使い方がすごくジュノンっぽいなっていうふうに思ったんですけど、で、今ちょうどジュノンが登場してきましたよね。だからジュノンかなっていうふうに思ったんですけど、すいません。オーから聞いてみましょう。みたいなね、エッジボイスが入ってましたよね。めちゃくちゃセクシー。で、その後は、鼻腔要素の強い、綺麗で優しいジュノンの声。最高の流れですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですね。スペースクラフト。毎回 BE:FIRST はですね、新しい曲をリリースすると、過去を常に超え続けていますよね。ここもめちゃくちゃかっこいいと思います、僕。次いきますよ。いいね。で、今ちょっとブレイクで止めちゃったんですけど、で、マナティのラップって一つ一つの音をすごく大事にするんですけど、子音の発音の仕方でリズムをこうね、ぐいぐい出していくようなラップなんですよね。これがね、すごくかっこいい。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。だからラップのニュアンスとしては、すごくこうゆったり聴けるんだけど、かっこいいみたいな雰囲気が出ていますよね。すごくおしゃれなラップっていうかね。めちゃくちゃ好きです、僕。次いきますよ。いいね。やっぱノリ大好きだな、僕。マナティのラップの。もう一回聞いてみましょう。ほら、かっこいいですよね。次いきますよ。いいね。この手に集めてのこの一瞬ね、裏声で抜いた感じがすごくセクシーでしたよね。で、レオの声ってやっぱりね、言葉のアタックがすごく耳に優しいんですよね。レオの性格が声に出ているというか、そんな感じがします。もう一回聞いてみましょう。ほら。いいね。いやー、最高ですね。次いきますよ。すごくおしゃれなフレーズですね。上昇していく音階の中で地声と裏声の箇所があって、で、後半とか結構高い音域なのに声がものすごくソフト。これはね、難しい声の出し方ですよ。もう一回聞いてみましょう。中へ。こことかね、すごく難しいですよね。いやー、おしゃれですね。優しい声でおしゃれなフレーズ。本当に最高。次いきますよ。いいね。またね、ちょっとためましたよね、リズムね。1番のソータがラップでそのリズムのためを使ったんですけど、2番ではリュウちゃんがね、リズムのためを使ってましたよね。で、声の成分的にはですね、胸の響きがかなり強いですね。すごく男らしいセクシーな歌声です。で、鼻に声を入れているから、さらに色気が出てるんですよね。もう一回聞いてみましょう。いいね。
思うままリアライズ。こんな感じかな、僕がやると。りゅうちゃんはね、もっともっとセクシーなんですけど、いやーまだ10代でしょ？ 10 代でこの歌の色気はやばいですよね。さすがです。次いきますよ。えい。今回はですね、先ほどのシャウトボイスとちょっと違った声の出し方をしてます。で、シャウトボイスって僕の中では2種類あって、仮声帯を使って声を出すパターン。そしてもう一つがですね、仮声帯と声が混ざるじゃないですか。その声を鼻に入れるシャウトボイス。この2パターンがあると思います。で、鼻に入れるタイプを今、ソータは使ってるんですけど、シャウトボイスって鼻に入れるとビリビリ感が強調されるんですよね。例えば普通のシャウトボイスは、これだとすると、この声を鼻に入れるとどうなるのか。かなりビリビリした感じ強くなりますよね。これをソータ今使ってますね。聞いてみましょう。君にとっての夢が。みたいな。もうちょっと全体的に空気を混ぜた感じ、ウィスパーボイスも使ったラップなんですけど、いや、声のコントロール力がものすごいですよ、ソータ。続き聞いてみましょう。かっこいい。ラップの声のコントロールもすごくて、ダンスも最強。もう本当に完璧ですよね、ソータは。次いきますよ。うわー最後のね、吐息な感じがものすごくセクシー。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。うわー見せるねー。超かっこいい。じゃあ次、マナティのサビ行ってみましょうかね。えい。美しい歌声ですよね。で、マナティのこの声はですね、喉の奥の空間を、先ほどレオの時に説明した喉の使い方と一緒なんですけど、あくびの喉でですね、声を鼻に入れるんですよ。その入れた声をですね、後ろに引くような感じ、この声の出し方を使ってるんじゃないかなっていうふうに思います。タイパラドックスみたいな。聞いてみましょう。で、音が低くなってる時に、その後ろに弾いた感覚をキープして音を下げてるんですよね。で、声の性質上、高い音っていうのは声を出すイメージが上に上がりやすくて、低い音っていうのは下に下がりやすいんですよ。今、ベスティの皆さんぜひね、僕と一緒にやってほしいんですけど、一番自分が出せる低い声を出してみてください。いきますよ。せーの。っていう風に、今、っていう風に下に声を出そうっていう意識働きませんでしたか？これがさっき言った低い声っていうのは下に向かって意識が働きやすいってことなんですよね。で、低い声、めちゃくちゃ今声が太くなったじゃないですか。なので声を出す方向が上につくか下につくかによって声質も大きく変わってしまうんですよね。で、先ほどのマナティが高い音のイメージをキープしたまま下に音域を下げたっていう話に戻るんですけど、上でキープすることによって音域が下がっても声質が変わらないっていうところにつながるんですよね。サイパラのこの地球ごと全部。こうなります。これを音域とともに自然な流れで声を出す方向を変えてしまうと、タイパラドックスこの地球ごと全部っていう風になっちゃうんですよ。こうなると喉に負担がかかってくるんですよね。なのでマナティはですね、めちゃくちゃいい声の出し方を使ってます。次いきますよ。いいね。やっぱりこのおのところは最初エッジボイスが入ってますよね。入ってますよね。エッジボイスもですね、仮声帯を使った音なんですよ。なので、シャウトボイスと体の使い方的には似てるんですけど、シャウトボイスは仮声帯を使いながら歌う。エッジボイスは仮声帯の音を出してから歌う。この違いですね。体の使い方は一緒なんですけど、使うタイミングによって名前が変わってきます。次いきますよ。
ここは猟奇かな。すごくね、口が開いてるようなイメージがあります。声の広がりがすごいっていうかね。で、やっぱり相変わらず鼻の使い方がうまいので、すごく個性的な歌声に仕上がってます。もう一回聞いてみましょう。はい。watching you とか、特に口を大きく開いたような言葉の発音かなっていうふうに思います。両家はね、やっぱりね、英語の発音がめちゃくちゃいいので、英詞になってきた時の発音のかっこよさが際立ってきますよね。次いきますよ。そしてここのシーンはちょっと歌声分析ではないんですけど、白ビーファと黒ビーファで分かれてますよね。なんかバトルな感じがしてめちゃくちゃかっこいいシーンですよね。もう一回見てみましょう。かっこいい。なんかこうね、バトルをしてる感じが曲のね、ミステリアスな感じとマッチしてて、かっこよさがね、こうどんどん溢れてるような、そんな感じがします。次いきますよ。はい。いいね。かっこいいね。ごめんなさいね。2番のサビ、後半ちょっとね、ミュージックビデオを楽しんでしまいました。やっぱね、かっこいいですよね。で、地面がオセロの盤面みたいになってるじゃないですか。これがね、すごくおしゃれですよね、やっぱり。あ、そういうこと？白ビーファと黒ビーファと地面の白マス黒マスオセロってことかな。いや、そうだったらめちゃくちゃおしゃれなミュージックビデオのシーンですよね。次いきますよ。かっこいいかっこいい。かっこいいね。スペースクラフト。この声もシュンとかな。次いきますよ。やっぱね、ダンスブレイクはやっぱりね、BE:FIRST のミュージックビデオではなきゃいけないポイントの一つですよね。超かっこいいですもんね。次いきますよ。ここで両機の爆発力の高いラップが来るんだ。いやー、攻撃力が高い楽曲ですね、スペースクラフト。超かっこいいです。もう一回聴いてみましょう。開た口？ここね、裏声にひっくり返したところがね、すごくおしゃれですよね。そして声をですね、めちゃくちゃ前にぶつける感じで出してますよね。だからね、この強いニュアンスが、ラップから出てるんですよ。超かっこいい。次いきますよ。いいね。やっぱりね、この両機の爆発力の高さ、僕大好きだな。次いきますよ。すごくこう今にも消え去りそうないい意味でか細いジュノンの裏声、すごく綺麗ですね。もう一回聞いてみましょう。僕が血迷ったように見えるかい。できない。これはできないですね。超難しい。ただ今僕が確認して歌ってみた感じ、ものすごく声量を抑えて歌ってる感じがします。これいくら裏声とはいえ、普通に歌ってしまったらこの質感出ないと思うんですよね。だからこのぐらいの喋り声に対して裏声は僕が血迷ったように見えるかい、このぐらいの声量、本当に声が出るか出ないかのギリギリの声量じゃないかなっていうふうに僕は思います。次いきますよ。いいね。最後のね、スタッカートな感じ、すごくかっこいい。いやー、たまらないですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。Judge me, judge you。難しい。もう全部ジュノンのパート難しいですよね。裏声でスタッカート。これはね、地声でスタッカート使うよりもめちゃくちゃ難しいと思います。息が切れない。Judge me, judge you。ほら。切ろうとすると歌詞が全部言えなかったりするので、すごく難しいポイントだと思います。次いきますよ。
ここでオクターブ下がるのね。タイムパラドックス。この音域やっぱね、りゅうちゃんの声合いますよね。胸をしっかり使った男らしいセクシーな歌声。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、ちょっとね、怪しい感じでの笑顔が一瞬ありましたよね。こう片方の口だけこういう風になんか上がったようなね、怪しい何かを企んでるような笑顔。それと声がね、めちゃくちゃ合ってました。次いきますよ。最後のサビの入りはマナティーなわけね。で、マナティーさっき後ろに弾くっていう風な声の出し方をしてますよって説明したと思うんですけど、この部分はですね、前の方に向かって声を出してます。強めな質感を感じる歌声に変化させたというかね。もう一回聞いてみましょう。いやー、かっこいいね。ここはね、声を強くして、なおかつ、子音も強くしてるんですよね。そうすることによって、テンポ感はゆったりだし、メロディーの要は一つ一つの音も割とこうね、長めな音を使ってるんですけど、音が強い部分、アクセントと言われるポイントが増えることによって、躍動感がすごくこう増幅してるというか、超かっこいいですね。次いきますよ。いいね。やっぱ最後のサビっていうことで盛り上がりがさらに盛り上がった感じに仕上がってますよね。次いきますよ。いいね。で、最後のサビなのにこのね、暗い感じの雰囲気もすごくいいですよね。やっぱり最後の大サビは結構ね、明るい照明でメンバー一人一人の顔が映るっていうシーンがすごく多いと思うんですけど、BE:FIRST あえてね、このミステリアスな雰囲気をキープしたまま大サビに突入するっていうね、もう唯一無二な雰囲気がプンプンしますよね。次いきますよ。いいね。もう半分ぐらい息の音なんじゃないかな、この今のシュンティの声は。で、ここにシャウトの音が混ざってこなかったら、すごくソフトなウィスパーボイスなんですよね。でもそれだとスペースクラフトの雰囲気に合わないから、あえてシャウトのニュアンスをうっすら入れてるっていう歌声なんじゃないかなっていうふうに僕は推測するんですけど、この声がね、恐ろしく合いますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。すごい声だこれは。で、こういう息が混ざるウィスパーボイスだったりハスキー系の声っていうのは普通にこうあーっていう風に歌うよりも息の消費量が多いんですよね。だから長いフレーズを歌うっていうのがかなり大変になる声質なんですけど、シュンティはね、その辺もしっかりとかっこよく歌いこなしてますよね。最高にクールですね。次いきますよ。あ、静かになってきた。あ、最後ちょっと違うんだ。タタタタタのリズムに変わってましたよね。なんか日本の昔からある音楽、なんて言うんだろう。幼少期の頃子供が聴くような音楽。結んで開いてとかそういう類の音楽のリズムっぽいニュアンスを僕は感じたんですけど、僕だけですかね。もう一回聞いてみましょう。ほら。ほら。僕だけかな。なんかそういうね、懐かしい雰囲気がしたんですよね。それでカットアウトでズバッと終わる終わり方。超かっこいいですね。以上、BE:FIRST スペースクラフト歌声分析はここで終了です。いやー、毎回思いますけど、BE:FIRST の新曲はですね、素晴らしすぎますね。やっぱり楽曲の展開がいい意味で読めないんですよ、毎回。それだけ新鮮な要素がですね、ものすごく凝縮したような楽曲というか、
日本国内だけじゃなくて世界的に見てもやっぱり唯一無二なボーイズグループ、それが BE:FIRST だと思いますし、もう年々進化していく BE:FIRST のこの成長幅ね、やばすぎますよね。このタイミングでまたザストを見てみるっていうのもすごく新鮮でいいかもしれないですよね。僕次見たら8週目なんですけど、 BE:FIRST 大好きすぎて、いやーかっこよかったな。今回のですねスペースクラフトをきっかけに BE:FIRST の歌声分析動画もこちらのチャンネルで再開していきますので、ベスティの皆様これからもどうぞよろしくお願いします。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。